されども今回もやっていきたいと思います。今回はですね、エビを使った料理です。ガーリックシュリンプというハワイを代表する B 級グルメなんですが、このねガーリックシュリンプっていう名前だけを聞くと一見さぞおしゃれな料理が出てくるんじゃないかと思うんですけどね、なんてことはない、エビとニンニクを炒めた料理です。なかなかこれ嫌いっていう人も少ないんじゃないかなと思いますけどね。エビとニンニクっていうどっちもすでに美味しい食材じゃないですか。ただ本当にその2つだけを使うとその味にしかならないので、今回は漬け込み液、マリネ液ですね、それにちょっとアクセントを加えようと思います。エビは殻を剥いて軽く水洗いした後、片栗粉とあとお酒を使って臭みを取ります。これは塩と片栗粉を使う場合だったり、塩とお酒っていう場合もあるんですが、お酒を使う時は結構片栗粉の代用っていうパターンが多いんで、逆に言うと片栗粉とお酒を両方使った方が臭みっていうのはしっかりと取れるんじゃないかと、そんなちょっとしたアレンジを加えてるんですが、そんなに気にされなくても大丈夫だと思います。エビの臭みが取れたら、ここからは綿ですね、背綿を取っていくんですが、結構これがやっぱちょっと手間ではありますよね。なので食べた時の食感が気にならないっていう方はそのままでもいいんですかね。これは何とも言えないんですけどね。ガーリックシュリンプって殻付きのまま炒めることも多いと思うんですが、今回は完全に外しておきます。そしてポイントとなるガーリックを準備していきます。このニンニクはおろし金などですりおろしていきます。みじん切りとかでも全然構わないんですけども、なんていうんですかね、ソースの仕上がり、ソースを作るんですけど、これ、そのソースがコンディメントみたいなイメージで作っていくので、コンディメントって薬味とかそういう意味があるんですけど、あとはそうですね、みぞれソースみたいな、そういうような感じで作っていきたいと思ってます。ニンニクだけでもいいんですけどね、玉ねぎを使って香りだったり、あと味の奥行きっていうのを少し出したいんで、今回は玉ねぎも加えました。そしてオリーブオイルとあとパプリカパウダーですね。これで色が鮮やかになるのと、あとパプリカの爽やかな香りっていうのがエビと非常に相性がいいので、これを使ってます。あとはほんの少量うまみを安定させるための塩。そして落としラップをして30分ほど冷蔵庫で寝かしておきます。もちろんそれ以上1日とか寝かせれば寝かせるだけ味っていうのが染み込むので美味しくなりますし、あとはエビを保存する時にも結構使えるので、漬け込むこと自体はいいことです。そしてここからは剥いた殻を使ってエビオイルを作るのと同時に、この殻もですね、より美味しく食べるためにフライにします。身につけたまま焼くとですね、どうしてもなかなか殻がですね焼ききれない感じになるんですよね。それを食べても口の中に残るというか、なのでもう完全に別に分けてチップスを作るような感じです。揚げたらすぐに味が染み込むように塩と軽く胡椒をしましょう。
パセリはワンパック買うとどうしても余っちゃうので、パセリ好きな人はここぞとばかりにたくさん消費することも一つの手ですね。先ほど揚げておいたエビの殻は刻んで仕上げのふりかけに使っていきます。さあ、そして漬けておいたエビがこちらなんですが、もうすでに結構いい感じですね。パプリカの色がほのかに映ってる感じで。隠し味には七味唐辛子を入れてスパイシーさを演出していきます。フライパンに先ほど作っておいたエビオイルですね。これを加えてフライパンを強火にしてエビをひいていきます。できるだけ動かさないで片面をしっかりと焼いていくようなイメージです。片側にほんのり焼き色がつくぐらい炒めたら、反対側はさっと消毒する程度で大丈夫です。そしてここでエビを一旦引き上げておくのがポイントですね。そのまま進めてしまうとエビのプリッとした食感がこうちょっとパサパサした感じになってしまうので、そしたらバターをたっぷりと加えて先ほどマリネに使ってたこの調味料を炒めていきます。しっかりとニンニクや玉ねぎに火を入れていき、ここでニンニクの香りだったり、あと七味のスパイシーな香りっていうのが立ってくるので、そうしたら頃合いですね。先ほどのエビを戻します。爽やかな酸味を演出するためにフレッシュのレモン汁、あとは魚介のうまみをプラスするためにいしりを加えます。これでかなりソースのうまみが安定する印象です。それでは盛り付けですね。ドレスいきます。このオイリーなソースが美味しいんでたっぷりとかけてあげましょう。黒胡椒も仕上げにあるといいですね。あとは先ほどのエビの殻のチップ、これをふりかけにしてかけていきます。ボナペティ。やば。うまし。エビオイルで炒めてるからエビ感半端ない。最高。魚醤の旨味がエビとすごい合うな。ガーリックシュリンプだからね、ニンニクがっつり効かせると特徴があってうまいよね、こういうのは。これ無限にいけるな。うめえ。米ともめちゃソースがうまい。というわけでガーリックシュリンプでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。Twitter や Instagram の方にもお越しいただけると幸いです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。